アーミーの皆さんは、メンバー同士のモノマネといえば、誰を思い浮かべますか？真っ先にジョングクが思い浮かんだ人が多いことでしょう。上下関係を感じさせないメンバー同士の絡みは家族同然で、BTS の仲の良さはほっこりしますよね。今回は、メンバー同士でモノマネを披露する爆笑必至なエピソードを紹介します。モノマネをする側、される側のメンバーの様子と、クオリティの高いモノマネをご覧ください。メンバー同士でモノマネを披露。メンバー同士のモノマネといえば、マンネラインによって披露されることが多いですよね。特に、ジョングクはメンバーのモノマネをして、みんなを笑顔にさせています。末っ子ということもあり、年上メンバーをよく見て特徴を捉え、瞬時にハイクオリティなモノマネを披露する観察眼は、ジョングクならではの才能とも言えるでしょう。メンバー同士でどんなモノマネをしているのか、早速見ていきましょう。ジンの高音パートをモノマネするメンバー。ジンといえば高音で有名ですよね。ジミンでさえも歌うのがきつく感じるほどのハイトーンボイスにはうっとりしてしまいます。そんなジンのソロ曲、エピファニーの高音パートをモノマネするメンバーの姿がありました。ジンにエピファニーを歌ってくださいというメンバーの要望に応え、サビから歌い始めていると RM のかすれた声によるモノマネが披露されます。高音を出したくても出せない RM に続き、メンバー全員が歌い始め大合唱に。エピファニー中でも、特に高音パートの部分では、真似をしたいけれど高音が出せず叫んでいるかのようなメンバーの合唱に、ジンも楽しそうに加わっていました。シュガの父のモノマネをするジョングク。BTS のバラエティ番組、ラン、BTS。EP121 でアーミー石碑を壊したのは誰かを探し出すべく、バンタン村を回りながら犯人を推理していくという放送回。メンバーそれぞれが村人を演じ、集まって犯人は誰なのかを推理している最中に、突然、ジョングクによるシュガの父のモノマネが披露されたのです。石碑を壊したのは、お金に困っている人ではないか、という推理からジョングクが疑われました。バンタン村のゲームセンターの管理人を演じるジョングクは、僕にお金は必要ありません。もしお金に困ったら、ゲームセンターを売りに出したでしょう。と、自分は犯人ではないことを必死に証明。続けて、お金などいりません。ゲームさえできればいいんですよ。僕は認められません。と、感情を高ぶらせながら反論。すると、シュガが、ちなみに、僕の父のモノマネですと突然言い出し、RM が、本当にそっくりですと発言しました。バンタン村の住人を演じる BTS でしたが、急に、いつもの和やかな空気感に変わり、メンバーたちは大爆笑。モノマネをしたジョングク本人も笑ってしまうほど、楽しそうな場面でした。J-HOPE の騒がしい言動をモノマネするマンネライン。BTS のムードメーカー J-HOPE の騒がしい言動はつい真似したくなりますよね。防弾少年団が考える青春とはとの質問に対して、この瞬間が青春だと思いますと、素晴らしすぎる回答をした直後に、手を目頭に当てて酔いしれる J-HOPE。この J-HOPE の一連の流れをじっと見つめていたジョングクは、すかさず、手を目頭に手を当てて酔いしれる J-HOPE のモノマネを、一人静かにしているところをカメラは捉えていたのです。そして、J-HOPE とテテのセルカには、兄弟感満載の可愛い姿が収められていました。J-HOPE がありがとうと言うと、テテもありがとうと真似を。次に、お疲れという J-HOPE に続き、テテがお疲れと再び真似をします。お兄ちゃんのモノマネをする弟テテの可愛らしい姿は、保護したくなる光景でした。RM のモノマネをしていじり倒すメンバー。
2015年6月23日にリリースされたドープ。MV の始まりは RM がカメラを見下ろす場面から始まります。ドープはようこそ。ワンタンは初めてでしょという RM の一言から曲がスタート。その後に RM がいかつい表情をしながらカメラを上に上げ、人差し指を口に当て、手のひらを耳に当てるのですが、この一連の流れがメンバーに刺さり、モノマネの対象になったのです。音楽番組や撮影裏などで RM のようこそ、ワンタンは初めてだろの部分をわざと受けを狙ったような声に変えて、モノマネを面白おかしく披露するメンバーたち。モノマネをするたびにクオリティが上がっていくメンバーと何回真似をされても動じない RM に注目してみると、より面白さが増します。特にテテによる RM のモノマネは、表情も相まって思わず笑ってしまいますよ。ジミンの血、汗、涙のダンスモノマネ。あざと可愛いジミンのモノマネをするメンバーは多いですよね。前髪をかき上げるジミンのモノマネをジョングクが懲りずに何度もする姿をよく目にします。そんなジミンのモノマネで印象に残るシーンといえば、血、汗、涙の時のダンスです。血、汗、涙の MV は、ジミンがセンターにいるところから始まるダンスなのですが、早速ジョングクによるモノマネが。撮影中のスタジオで、ジョングクが急にダンスを始め、練習をするのかと思い、キアジミンのダンスモノマネを披露。ジミンのダンスの特徴を捉え、レベルの高いモノマネが披露されたのですが、誇張しすぎている顔マネに思わずクスッとなります。それを見ていたジミンは、ジョングクの元へ行き、優しく蹴りを入れて忠告しますが、そんなことはお構いなし。さらに、ジミンのダンスモノマネを続けるジョングクの無邪気な姿にメンバーは大爆笑。ダンスモノマネの面白さと同時にマンネに甘々なヒョンたちからも目が離せませんよ。テテの渾身のダンスモノマネをするジミン。2018年の MMA で披露したフェイクラブ。曲が始まる前にメンバー一人一人がダンスを披露するためにテテが一生懸命ダンスの練習をしていると、ジミンが一瞬にして振りを覚えてダンスモノマネを披露。覚えるスピードの速さに驚くテテにドヤと言わんばかりの顔でニコッとテテのことを見つめるジミン。この他にもジミンはテテのことをよく見ているのか、よく口がこんな風になっているよと真似をしてみせるなど、2人にしか出せない空気が流れていました。クオズワールド全開な2人の仲睦まじい様子にほっこりしますよね。ジョングクがモノマネをされてタジタジ。ジョングクはいつもメンバーのモノマネをして楽しんでいます。そんなジョングクがモノマネをされて少し恥ずかしがっている可愛い場面がありますよ。2016年12月、BTS の公式 YouTube で公開された映像で、ジョングクは音楽番組の MC の練習をしていました。J-Hope に MC の練習を手伝ってもらい、本番では緊張を感じさせず、愛嬌たっぷりな MC という大役を完遂。MC では、ニャンニャンポーズをしたり、変身メガネをかけたジョングクの正体がバレてしまい、僕ってわかりましたか？バレないように変身したのにという愛嬌を披露。ジョングクの活躍を画面越しで見ていたメンバーは、MC で披露した愛嬌たっぷりのジョングのモノマネとともにお出迎えしました。ジョングクにモノマネでいじられるメンバーが、ここぞとばかりに誇張したモノマネを披露し、ジョングクは、もう、全くと、タジタジに、マンネが可愛くて仕方がないようで、その後は、ジョングクのことをしっかりとフォローするメンバーの様子がありました。まとめ。爆笑必至なメンバー同士のモノマネはいかがでしたか？エネルギッシュなマンネラインによるモノマネがひときわ目立っていましたよね。上下関係に厳しい韓国ですが、
メンバー同士がのびのびとやりたい放題する姿に BTS の中の良さを再認識するエピソードでもありました。メンバーのどんなに小さな言動でも誇張したモノマネで笑いに変えるジョングクの振り幅の広さとギャップにキュンとしたりも、こうして振り返ってみるとデビューから9年経っても何一つ変わらない姿に安心したアーミーもいますよね。BTS7 人で活動する姿をしばらく見ることはできなくなりますが、これからも BTS の素敵なエピソードをお届けするので楽しみにしていてください。